新枝陽子さん、当時14歳。黙々と黒く立ち上るキノコ雲は、悪魔が広島全体を包んだようでした。お父さんは呉交渉へ徴用工として行っておりましたからね、国に取られて。だからお母さんが今日はあそこの奨励館の周りを疎開作業に行く言うてね、はい。ほいでその時に弟も僕も行くんじゃが、今日頭上げて足腹が苦るんじゃ言うて言うから、普通厳しいには一回も休んだこともない休まさん人でしたがね、休みさえ同じとこ行くんじゃけ、先生が覚えとるから先生に言うとくけ言うてお母さん休ましたんですよ。それであるいは命が助かったんですがね、やっぱり虫が知らしたんでしょうよね、ああいう時は。はい、そういう妹は疎開ってまあ小さいからうちの家からその西楽寺お寺でね勉強しよりましたよ。で小さい妹はおばあちゃんがおるから、おばあちゃんがおじゃから預かっとったんでしょう。私も7時頃には出よりましたからね、歩いていくんじゃから、日の出工場へね歩いていきました。朝礼はいつもの通りでパッパッパッと5分ぐらいで済ますからね、あれ無駄な言うて言いありました。もういつもの通りじゃから気を引き締めて無駄口は一切立たんじゃならんと。で工場で作るものは家にね絶対家族にも言っちゃいけん、そのことをいつも言いおりましたよ。はい、さあ消化ね言うて鉢巻きこう閉めたようだったと同時ぐらいだったと思うんですよね。急にピカッと光って思わずほじゃから旋盤の私ら下へね伏せましたよ。そして何やろうかね、なんかピカッと光ったから、ほいでちょっと間があったもんですよ。大きな音がしました、ドン言うんが。ほいで耳とねこの目は飛び出さんように訓練しよったから、耳は鼓膜がね破けんでこうやって伏せてね、そうしたら今度もう爆風でその工場の窓ガラスが全部めちゃめちゃでしたよ。全部ごちゃごちゃになってこう曲がっとったりね、全部下へガラスの土みたいなのもその上は歩いて外へ出たからね、いやなんねえ言うんで、なんじゃろうかね言うんで、みんなが「あの雲何回の?」言って出ちゃったけど、私らも見に行ったらその雲がなんか黒なってね、その上空がこうもくもくもくいて、この雲がこう浮いたんがねよう分かります。まるっきりどう言ったらいいかね、悪魔がこう広島全体をこうなんか包んだような気がしたですよ。私は怖かった、身震いしてね。それで今度しばらくして黒い雨が降ったように思いますがね、はい、ちょうどコールタオルをね流したようなあれがみんなこう雨と一緒にこう落ちて、みんな顔にこうブツブツが来てね、はい、洗っても落ちんかったですよ。妹なんかその日の夕方会うたんですが「どうしたんその顔はいい」って言ったら「黒山で面白いけみんなが上向いといてねこれ切ったんに」やけそれやっぱりこれ染みついたから原爆症なんかで妹は亡くなりましたけどね。はい、小学校にも上をしたり大騒ぎ、真っ黒になった人がみんなのたうち回ってね、もう痛い痛い黒い地にじゃからねバタバタ、はい、思い出すだけでも私は気の毒ですよ本当。おいでみんな同じような顔をしてね、見分けつきません、男も女も。はい、男の子なんかでもかわいそうにね、なんかこの方でもブランと下がっとったもんね、切れて腕がね。やっぱり材木なんかにこうなったんで、それを引っ張り上げてね一緒に連れてきたんでしょうが、息絶えてね、もうかわいそうにね。もうそれを見どころ、私も肉親にね探さにゃいけんでしょ。でお母さんって教室みんなくまなく探して分からんのですよ。ほいでまたもう一回
今じゃ講堂いません、体育館いますよね。うちの講堂よりはその講堂へ降りていって、またもう一回「お母さんお母さんおったら手あげてや」言うんが、みんなこういうようにしてから苦しがっとるでしょ。みんなビラビラしとるのにね、その間不満ようにこうして歩いてこう一人ずつ見るんですがね、ほんとつらいより情けなかったですね、あれや。ほいでお母さん言った時に足首こう掴まれた時にびっくりしたね。優しい笑顔のお母さんやったからね、それが全然もう二目と見られるような3倍ぐらい膨れとりましたよ、顔が。お母さんね言ってからね、思わず2人とも泣いたんですが、小さい声で「帰ろう」って言われました。ほいじゃけど早してくる前、弟とつがその辺の人みんな頼んでね乗せるんです。皮がずるっと剥げるんじゃけ、ちょうどなんかね、琵琶の皮剥ぐように薄い皮がね、みんな私らに手つく痛かったと思いますよ。思い出したくないです、もうむごくて。ほいでどうにか車で連れて帰ってね、怪しく胸布団にしたんですが、今度下ろすのも大変でしたよね。全部むけてしまうてね。で後から隣組の人らが卵の白身がええとか、じゃがいもすってあげたらね、これつけたらええ、つけるたんびにもう狂うてですよ、痛い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 ってねえ。マッチ一本でちょっとこれをやっても痛いじゃありませんかね、やけどして。ほんとむごいですよ、戦争は。思い出したくないです、ほんと。もうお母さんにおじゃからそんなものすってあげたりね、じゃがいもするんがいいとか言うからね、じゃがいもすったり、とにかく看護やったね。じゃがその時ね、もう窓の外がずっと広島市内全体やからね、夕焼けの空なら綺麗だけどね、グレンの炎が燃えよるんやから。おやけ一家でみんな元気な人はそれ山の方に逃げよう言うて来てですがね、私らもう逃げん、もうこの辺まで来りゃお母さんと一緒に死ぬる言うて、そういう覚悟でね逃げんかったですよ。次の朝もうお母さんが夜明けにやっぱり息が絶えたからね、だからもうその焼け場へ連れて行くにしてもやっぱり車に乗せて子供たちと近所の人らと助けようってね、焼け場でもってじゃがなんかあれは油かなんかかけちゃったんやろもうね、ぼっと燃えて今臭い匂いがしよったけ、重油いうんかね何かよう分かりません。子供じゃけそれ何の油ですかと親せんしね、もうその辺みんな置いてからみんな焼けましたよ、焼きました。とにかくやってほしくないです。戦争絶対反対です。で子どもたちにもそれを伝えたいから一生懸命ね、もうで最後やからやっぱり言っとかにゃいけんね思いますよ。平和がどのように尊いものかありがたいものかいうのを体験してほしいですね、やっぱり聞いてね。それ以来やっぱりこのいろんな目にあった人の聞かにはいけませんよね、読むとかね。そうして自分らの平和がどんだけありがたいかいうことをね、自分で感謝せにはいけませんよ。とにかく今を大事に生きてほしいですよね。それしかないんでないんですか。もうそれとたった一つ、私は最後に親孝行がしたかったと思いますよ。今の両親にね、親孝行だけはしてほしいね。現在どのように親いうものは大切なかいうのが分からんのかしら思います。今おられたら親孝行がしたいですね、私は。私子供が今用意してくれますからね、私もこういうふうにしてあげたかったね思います、いつも。だから娘のためには長生きしてやらにゃ思いますね。はい、命は大切ですから、はい、何しがみついてでも生きておってやりたい。親がおるいうだけで違いますよ。はい。